こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はコットンベイビーの白とピンクを使ってガマ口を編んでいきます。工程としては底をマジックリングを作って円形を編んでいき、側面を編んで、その編み地を先ほどのガマ口に縫い付けていくという形になります。今この段階は、指に2回糸を巻きつけて糸を引き抜き、そっと指から外して、そこに6回細編みを編み入れるところです。6回編み入れたら糸を引っ張ると円形に縮まって、あとは引き抜き編みで1段目が出来上がるという形になります。この次からは2段目からは、図で説明します。私も初心者なのでよろしくお願いします。1段目が、マジックリングで6目編みました。で2段目はその1つの目に2つずつ細編みを編み入れていきます。合計12目になります。で次も1、2、次も1、2、次も1、2、その次、そして引き抜いて2段目が終了です。3段目は、ちょっと見えにくいんですが、1212と編み入れていきます。1つの目に1つ編んで、1つの目に次は2つ編んで、増し目をして2つ編む。でそれを6回6等分に分けて書いてるので、1236318目になるはずです。はじめに1つ細編み、その次の目に2つ細編みを編みます。次は、2つです。で次は1つの目に1つ、次は1つの目に2つ、同じ目に2つ、もう1つ編みます。
で1212という形で進んでいきます。そしてまた最後のところに来たら引き抜き編みをして3段目を終了させます。あと毎回次の段を編む時には1段立ち上がってます。そして次は4段目なんですけど121と編み入れていきます。1つの目に初めは1つの目に1つ、その次は2つ、その次は1つ、その繰り返しで121121と編み入れていきます。でここにこの1目目に引き抜きます。そして1目立ち上がり1目立ち上がって次は11121112で12345563030になる30目になります。ここに1数マーカーを1目目にといて1でしょ、1112でしたよね。11112次も1、1、2、これだけどこれだとちっちゃすぎるので6段目の増やし方を書いたんですがとても見づらくてすみません。立ち上がって11V 1121111121111211となるのでまず立ち上がり立ち上がって1個目に1、1、
1、2、11。この1121をまた1周ぐるっと編んで引き抜き編みをして6段目を終えます。で最後1、1、2、2、1、1。はい、できました。そしてここ引き抜き編みをします。よいしょ。6段目は36目あればいいと思います。36。あともうちょっと、あともう一段編みたいと思います。7段目は2111111 1が5回、1個目が2、1つの目に2つ編みます。11111111234。7段目は、2111111と1が5回、2が1回で1が5回を1周ぐるっと編んで、また引き抜いて引き抜き編みをして、7段目を終了します。はい、これで7段目が編めて底が完成しました。でこの後は側面を編んでいくんですけども、そのまま、同じ目数で編んでいくんですが、今回私は底は2本取りで側面を1本取りの白にしたかったので、その辺でちょっとサイズが変わってしまうということがあったので、この1回目一番初めのところら辺で、目数を増やして、その側面とその底の太さをだいたい同じ形に同じ大きさになるように、それは調整しました。でも2本取りとか同じ糸の太さでやる分にはそれは必要はありません。あとはこのまま好きな高さになるまでずっと編んでいくだけなので、
きな高さになるまで編んだらがまぐじにつける作業をしたいと思います。あと、装飾としてレースのような形を後につけようと思っています。これは同じ色でやったんですけど白に変えてみました。編んでいきます。よいしょ。あと1段ぐらい細編みをして高さを出そうと思います。辺に装飾をつけます。そこは2本取りでピンクと白、コットンベイビーのピンクと白で編んだので2本取りで、ここは1本取りにしたので、その分ここら辺、この切り替わりのとこでまっすぐなるように増し目をしました。ここ増やしました。ここが狭くなってしまうので、あとはこんな感じで、よいしょ、こういう感じでこの中に入れていきます。入れていって入れていくんですけど、ちょっと仮に綺麗に入った。はい、なんかいい感じ。はい、したらそれを針と糸でここを縫っていきます。ボンドで取り付けるものも売ってますけども、こんな感じで返し縫いというか、こう順番にこっちから出してこういって、こうそういうやっていきます。でこんな感じなんですけど、これがちょっとよいしょ、雰囲気はこんな感じですね。だとしたらちっちゃいか入るかな、入らないか。ここにこんな感じのフリフリを自己流ですけどつけたいなと思っていて、ここでいちごをこれはつけたので、今度はフリフリをつけたいと思います。こういう風になりたいので、この辺に1個編んで、こうして
で5目鎖編みを5つ編みます。12345 5編んだら1つ、今ここだったかな、ここの間をやるのでこの1つ飛ばしてですね。ちょっと待ってください。あれ、ここにしよう。ここにこうして細編み編む。そして次12345編んだらここ1つ飛ばしてここに鎖編みじゃない、細編み、そして12345 5編んだらここに細編み、そしたらこんな感じになる。フリルは結構自己流ですけども、このまま一周編んでいきたいと思います。とにかくやっていきます。フリルはなくてもいいと思いますし、前側だけフリルして後ろはしないという形もありだと思います。私は今回は一周ぐるっと編み入れました。そしたらこんな感じでフリフリがつきました。よいしょ。フリフリ、こんな感じ。口がつけにくいのでだいたい両端はここですよという、この辺端を合わせてつけていきたいので、よいしょ。はい。でこれがこうなっていきます。後始末は先にした方がいいと思うんですけど、何かあった時のために後回しにしてます。あとは糸で縫い付けていくんですけども、このコットンベイビーの毛糸の糸の中にこの縫う糸をこうわざと入れるという形にして、割り入れるという形でやっていきます。でこの端っこ、マーカーをつけたところとガマ口の端っこを合わせて、でもうあとは返し縫いっていうんですかね、そのやり方で縫い付けていきます。端だけ二重に糸を通します。最初だけ2回やります。
たら次この横に出して入れて、そして一つ戻って、はい、そして次1個も。こんな感じで一周縫っていきます。はい、一周縫いました。これで出来上がりです。でこれ白いので結構可愛くできました。初心者でもできたので、ちょっとよかったら何かの参考になれば嬉しいです。中が白いのでお金を入れると汚れるかもしれないと思って、こういうリップ入れても可愛いなと思います。結構可愛くできたと思います。今回はガマ口を作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。